こんにちは、川口の健です。今日はティッシュの既製靴ナンバー4のアッパー作りをやっていきます。使うのはね、コードバンです。ノーコーバーのお尻の革ですごい光沢があるのが特徴ですね。みんな大好きコードバン。でね、これ新規格のコードバンです。日本の姫路で作られている革ですね。オイルグレージングコードバンというやつで、ちょっとオイルが多めに入ってて、表面をグレージング、艶出しの加工をしてあるコードバンです。一応色名はコニャック。薄めの茶色、黄色っぽい茶色って感じですね。こいつを使って靴を作っていきます。で、アッパーを切ってあります。今回ね、結構めんどくさいですよ。めんどくさいっていうと言い方悪いんですけど、結構手間がかかります。まずこのコードバンの表面、ツルッツルですね。コードバンにもいろいろ種類があるんですけど、このグレージングコードバンってやつはこう艶出しの加工を最初からしてあるので、もう最初からピッカピカです。で、アッパーは外羽の U チップダービーを作っていきます。外羽ですね。で U チップ、U というか Y ですね。ここのセンターもあるタイプです。ちょっと今ここ穴開けてあるんですけど、スキンステッチをやっていきます。コードバンのスキンステッチってちょっと難易度高いんですけど、今回スキンステッチをふんだんに使っていきますね。で、この Y の部分とこの羽のところ、ここにポツポツ印の穴を開けてあるんですけど、ここも飾りのスキンステッチを入れていきます。で、ライニングはいつも通りこんな感じですね。僕はね、コードバンの使い方としてかっこよくなるのが大きく分けて2パターンあると思うんですよ。一つがこんな感じの靴です。これ僕が以前に新規格のコードバンで作った靴なんですけど、革の継ぎ目をなるべく少なくして大きな面積でコードバンを使うと、コードバンのこのツヤ感とかこのシワの感じとかがすごい映えます。で、もう一つのパターンが手縫いするパターンだと思うんですよね。手縫いすると革のボコボコ感っていうのが出てきて、コードバンのツヤ感らしさっていうのが目立つんですよ。他にもいろいろやりようはあると思うんですけど、代表的なかっこいいやり方っていうのは僕はその2パターンだと思ってるんで、この前ズルッとしたやつやったので、今回はこの手縫いをしまくるというバージョンでいきたいと思います。はい、じゃあまずはこのパーツ、スキンステッチの穴開けやっていきます。曲がった針で穴開けていきます。飾りのステッチなので、この革の中に糸が貫通するような感じで縫っていきます。なので穴はこっちから開けて、こっちから開けてちょっとつなげるような感じでいきます。皮の中を針を通して反対側に針を出します。こんな感じですね。裏から針はちょっと出るかもうほぼ出ないかぐらいのギリギリな感じです。片っぽだけできました。もうすでに表情が違ってきてます。まだやってない方、まだまだね、皮平坦です。やった方はスキンステッチの穴がすでにボコボコしてますね。スキンステッチの穴開けが終わりました。これね、失敗するとこのアッパー取り直しになっちゃって、コードバンってすごく高いので大変なんですけど大丈夫でした。結構綺麗に穴開きました。で、これ抜いたいんですけど、その前にちょっとパイピングを先にやっちゃいます。この履き口のここですね。ここに少し濃いめの色の革、これをパイピングで当てていきます。はい、こんな感じでこのトップラインのところに革縫いつけました。で、こっち側には黒い補強テープを貼ってあります。
でこのパイピング裏返していきます。パイピング可愛らしいですよね。カジュアルなイメージになるので結構好きでね、よくやります。パイピングが終わったのでスキンステッチの手縫いやっていきます。糸はアイリッシュリネンかな、もしかしてヘンプかもしれないです。アイルランドのヴィンテージの浅い糸、細いので糸をよって使っていきます。こんな巻いてある糸なんですけど、1本だとこの細さ、今回は4本まとめてねじねじよりをかけて使っていきます。これによりをかけて、よりがかかった状態ですね。ここにこの松ヤニを塗り込んでいきます。そしたらね、松ヤニをなじませるために布でこすっていきます。そしたら最後に蜜蝋を塗りつけます。できた。こんな感じの糸ができました。ではこのエプロン部分に塗っていきます。コード板はちょっと裂きやすいっていうところがあるんで、いつもスキンステッチは本当に気を使うんですけど、いつも以上に気を使いますね。いや、正直手縫いきつすぎて、量が多すぎて、こんなデザインにしたことを後悔してますそれぐらい大変です。肩がめっちゃ凝るんですよ。でもその代わりすごいインパクトのある靴になるでしょう。なってくれ。で次はこのライニングに番号と名前を書いていきます。ナンバー4ですね。コード板フリーハンドスティッチドダービーということで、完全に手縫いされた、めっちゃいっぱい手縫いされたダービーという名前をつけました。いや本当大変でしたからね。でこれでね、ライニングを貼り付けて裏ハトメを装着して、このトップラインでライニングタッパーを縫い付けていきます。ライニングも縫い付けました。最後ですね、残しておいた糸、今スキンステッチここで止まってるんですけど、この先はですね、缶止めとしてこの羽とバンプとライニング全部、貫通して縫っちゃいます。
最後に少し糸の色をなじませるためにこのクリームをこの手縫いの浅い糸に塗り込みます。それで拭き取ります。はい、アッパーができました。ちょっとね、もう片方はもうちょっと残ってるんですけど限界ですとりあえず片方だけできたのでどんな感じになったか見せますね。結構迫力あります。やっぱ手縫いがこれだけ入ってくるとね、パッと見の印象からしてインパクトありますね。このバンプパーツと後ろのカウンターパーツという2枚取りです。でこの縫い目たちはもう全部飾りです。何か革をつないだりとかしてるわけではなく、これは Y 字の飾りと、ここはこうロングバンプみたいな飾りをね、こう内側も外側も入れてます。やっぱりね、コードバンをね、スキンステッチもそうなんですけど、普通にミシンで縫うのもね、ちょっとこう皮がね硬いんですよ。なのでこう縫いたいところがね縫いにくかったりとか言ってね、結構大変ですね。やっぱりしっかり仮ずりをして木型に沿わせる準備期間をね長く取らないと釣り込みが厳しそうなんで、その辺ねちゃんと準備していきたいと思います。かなりね色が明るいし、デザイン的にもだいぶカジュアルなんで、今までのナンバー123とは全然違った雰囲気の靴ができそうです。概要欄に青く出てるハッシュタグ機種004を押してもらうと、今後の作業動画も全部一覧に見れるようになっていきます。ということで本日の革型の件でした。ではまた。地獄や、手縫いつらい。